昔々のことやった。この先の堤防でおっきなお魚がいっぱい釣れた時期があったそうな。今では釣り人が入れなくなってしまいました。さてどうしたものか。そうだ、こうしようってことでこうなった。じゃーん、これで大きいの釣れるぞ。そして今日の餌は青虫、大量に持ってきた。仕掛けはモンスターボール浮きで浮き流し釣りをします。2本出しで、1本は際を狙って、もう1本の方は沖の方を狙います。さあ、誰も釣りができない場所で釣りをしたらどんな大きな魚が釣れるでしょう。楽しみですね。それでは皆さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなか来ません。ちょっと予想外だった。まあでも流しとけばいつかなんか来るんじゃない？で、こういう時にふらっと立ち寄るのは大きいやつだと思う。気長に待ちましょう。天気もいいことですし。あ、沈んだ沈んだ沈んだ。あ、浮いてきちゃった。かかってるかな。いや、かかってないな。ちょっともうちょっと置いとこう。でもよかった。なんか当たりあったよ。あ、いや、かかってるかも。乗ってない。かじられたかな。いや、まだいけるね。よかったよ。当たりあったよ。大丈夫。魚は釣れるよ。もう浮きが浮いてこないぐらい待とう。ちゃんと待とう。でっかい40センチぐらいのアジとか食べたいな。山盛りのなめろうにして食べる。あ、沈んだ。あ、沈んでる沈んでる。あ、浮いてきた。今食べてるね。浮きあるね。沈ん、いや、あるある。あ、いや、沈んでる沈んでる。また浮いてきてる。あ、ついてるかも。あ、大きくないけどついてるな。なんかついてる。浮きが沈みきらないぐらいだったからちっちゃいな。なんだ。あら。あ、アジだ。アジ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 。えい。あ、待って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 。アジだ。いいサイズのアジだ。うわ嬉しい嬉しい。やったね。さっき40センチぐらいのアジ釣れないかなって言ってたの。もうちょっとだったね。だいぶだけど。やりました。アジ釣れた。アジ釣れたね。しかもいいサイズのアジ。なんかちゃんとアジフライにできるアジが釣れた。やりました。この調子でね、アジは
群れでいるからね。よっぽど冒険家のアジじゃない限り単体ではいないはずだから。当たってる？調子よく連続は釣れなかったね。残念。当たってる。あ、なんかすごい音した。ちっちゃいのがかかってるかな。お、ついてる。ちっさ。金魚とかかな。全然沈んでなかったもんね。あ、チャーリー、いらっしゃい。チャーリー、はい、鹿児島のチャーリーです。やったぜ。ほらね、いろんな魚釣れるでしょ。楽しい。やっぱ虫餌はすごいね。これまたバルミューダで塩焼きにする。トースターと仲良くなったからね。やった。ぶつける。なんと今3月なんですが、鹿児島の最高気温22度。すごいよね。もう夏だよ。もう春吹っ飛ばして一気に夏になっちゃって。鹿児島はね、基本的に春と秋がすごく短いからね。あったかい。ちょっと待って、あっち沈んだ。ついてるかも。ついてる。ついてたと思うよ。乗ってるか。いや、乗ってないな。いや、生命の動きを感じないな。いや、ついてた。アジじゃん。アジだ。またいいサイズ。取れた。アップね。セーフ。うわー、やった。いいサイズのアジ。ありがとうございます。うわー、やった。はい、すいません。やりました、アジ。イエーイ。アジ、なめろ、アジフライ。よし。クーラーボックス持ってきてよかった。いや、魚ついてる。魚がついてる。うわ、マジか。なんかそこについてると思ってた。いや、結構大きいかもよ。大きいって言っても全然はい。全然とか言って、チャーリーが大きくなった。チャーリーが大きくなったよ。うわ、おいしい。イエーイ。塩焼き2匹目。いや、2匹目、なんかちょっとメニュー変えよう。やったー。うわ、回数がすごいことになってる。やべ。今もろ足元です。そこの方を狙ってます。そろそろ大きいの来てほしいな。今のところいいサイズのアジが2匹とチャーリーが2匹。チャーリーってね、チャリコが2匹とアジ2匹。ダブルでゲットだぜ。イエーイ。沈む瞬間を
カメラマンさんが撮りたいらしい。気持ちいいもんね、浮きがヒュッていなくなるのね。ちっちゃいチャリコとかだと先にポコ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 ヒュッてなるのかわいい沈み方するよね。そうそう、今日の狙い言ってなかったですね。今日はちょっと大きめなマダイを釣りたくてやってきました。そのマダイを釣りたいっていう理由が、あれ沈んだ？あ、いや大丈夫大丈夫大丈夫。今度ですね、ちょっとみーちゃんがお引越しをするので、もうちゃんと引っ越し先決まったんですよ。だからその引っ越し祝いにマダイを持ってね、みんなでパーッとやりたいなと思って、あ、来た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 。ほっ、よし、みーちゃんマダイ。今日ちょっと旅行練習のつもりだったんだけど、お、いいサイズいいサイズ。よし、来い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 。来たぞ来たぞ。うわうわ、やった。うわ、これチャリコじゃない、ちょっと巻きすぎちゃった。やったーうえい。待ってくださいね。こうしてこうして、うえーうわ元気元気。マダイ釣れたやった。あれ、これちょっとみーちゃんの引っ越し祝い用の旅行練習と思って来てたんだけど、釣れちゃった。うわーありがとうございます。タモ入れ、すみません。やった。うおぶぶぶすごいすごい、めっちゃ綺麗。よしよしよし、ほっ、はい、取れないかな、大丈夫かな。やりました。あ、なんかあれだね、やっぱお祝い用のタイにいいサイズかも。あんまり大きなタイをそんな丸々持ってこないでって言われたから、ちゃんとお刺身にして持ってきてって言われたから、ちょうどいいちょうどいい。ありがとう、嬉しい。これは嬉しい。さっきね、なんかパーッとするとか言ってて途中で魚来ちゃったけど、パーッと騒ぐと言ったものの、ちょっと私お酒が飲めなくなってしまったので具合悪くなって、もともとねそんなにねお酒飲むタイプじゃなかったから、まあ大丈夫。お酒なんて私には必要ない。なくてもパーってできるから、パッパラパーって。棚あったね。やっぱ堤防の際ってマダイいるね。沖の方に投げた方にはアジ来てたけど、こっちマダイばっかりだ。さっきと同じ棚にしよう。ふっふっ、どこにいるのかは分かった。ここだここだここだ。これなら足元で釣れる。流さなくていい。元気だったね。マダイ1匹、チャリコ2匹、アジ2匹。やっぱり昔はここは魚が釣れてたって言われるのには何かしら理由があるんでしょうね。なんか魚がたまるちょっとした魚礁があったりとかね。あとはなんか潮通しがいいとかさ、なんか理由があるはずだよ。だって魚釣り今人ができないってことは餌とかが入ってないわけでしょ。それでも魚が釣れるってことはね、お魚が住みやすい環境なんでしょうね。そこに私はボートでやってきて収穫して釣って帰る、そして食べる、そして寝る最高です。楽しいよね。この時期のボート釣りは真夏のね直射日光カンカンにこう当たってないし、冬の爆風の中でもないから、すっごく釣りがしやすい。ポカポカして寝てしまうぐらい
いい環境です。でお魚も釣れればもう万々歳ですよ。とりあえず今日はみーちゃんの誕生日パーティーの予行練習バッチシじゃん。誕生日じゃなかった。誕生日じゃなかった引っ越しお祝いパーティー、引っ越しお祝いパーティー、なんか全部なんかつけたみたいになってるね引っ越しできたね、おめでとうパーティー、審査通ったね、やったね、ヤッホー、やったね、ヤッホーいいんです。魚が釣れてちょっとテンションがおかしいんです。今度は実際にね、みーちゃんのところに新居に持っていくもっと大きいマダイを釣れるポイントがね分かったから、ちょっと何言ってるか分かりませんけど、いつものことなんで聞き流してください。本当はね、みーちゃん家にほらこんなでっかいマダイ釣れたよって言って、そのままバーって持って行っていいって言ったら絶対来ないでって言われた。じゃあこれぐらいのちっちゃいやつ、台所、まだ何にも料理してない綺麗な台所で魚鱗バーって取っていいって言ったら絶対来ないでって言われたでお刺身にして持ってきてって言われた。残念ね。なんか縁起良くない？最初に料理するのがでっかい魚とかね。いや遠慮しますって断られちゃった。めっちゃ日が出てきて暑い。太陽がここだから。なわけないよ。これカメラ用の傘熱暴走しちゃうからね。リアルトトロだったでしょ、以上さっきの可愛い傘のおかげでカメラも守れてマイクも守れる。今からますます暑くなるからね、いろいろ対策をしていかないと。肝心なところでさ、マイク切れてたりするでしょ私気をつけなきゃなって思ってて、それよりも一番はマイクを守ってあげたいの。大事にしてあげたいの。むしろ大事にするよ。暑くてちょっと具合悪くなったから帰ってきちゃう。でもお魚釣れてよかったです。てなわけで本日の釣果です。お利口さん、このクーラーボックス持ってくと必ず魚釣れる。パンが入ってるご飯めっちゃ持ってってたのがバレるちょっとね、虫餌余っちゃったからね。ほら、うわー、大量じゃん。ちょっと暑いからね、あんまり日に当てたくないんだね。よし、アジ2匹。ちょっとこれ以上は釣れなかった。また釣りに来よう。あそこいいポイントで、マダイだよ。いいサイズ。塩焼きに持ち方が変ゴイゴイしいね。すっげえ。と相手チャーリー2匹。そっぽ向いていると見せかけての出会いましたいっぱい釣れた。今日楽しかった。ただ暑い時は気をつけようね、皆さんね。こういう3月とかでも普通に熱中症になるから、皆さん気をつけて。そんなわけで今日釣れたこのお魚たちは持って帰って調理していただきたいと思います。ではここでポテチン図鑑のお時間です。どうぞ。はい、後案の定39度の熱が出てしまいました。怖いですね、熱中症ね。皆さんも気をつけてください。てなわけで翌日撮影をしております。さて今回描いたのは3匹新しい仲間を描きました。で今回なんとね、
今までで一番出来栄えのいいのが描けたんですよ。1匹だけね。でまずこれは違う、これは違います。はい、1匹目ハコフグ。これみーちゃんも釣ったことあるお魚です。ちょっと顔が気持ち悪いかもしれないけど、はい、ハコフグ。でもこんな感じじゃないですか、ハコフグってね。うん。次2匹目、これもまあまあ、はい、メガネハギ。これ私何の魚かちょっと分からなくて、視聴者の方が教えてくれたお魚です。はい、メガネフグっていうらしいです。ちなみにこれは甑島に行った時にお姉ちゃんのために釣れた魚って言ったら変ですけど、なんかお姉ちゃんのために魚釣りに行った時に釣れたちょっと変わったお魚ですね。そして、これね、本当に自分の中で一番この子可愛く描けたって思ったんですよ。これは見えた？石鯛釣りに行った時に近くのタイドプールにいたアメフラシ、ウミウシとも言いますね。これ可愛くないですか？可愛い。もうこの色合いとかもうちょっと黒っぽくてもいいかなと思ったけど、あえてちょっと赤茶色というか、この色をチョイスした私のセンスどうですか？可愛くない？なんかキーホルダーとかでカバンにぶら下げたりとかしたくないですか？ぜひ。これはね、なんかグッズにして飾っときたい。なんか等身大アメフラシのなんかぬいぐるみとか。まあなんだかんだで今回の釣行はみーちゃんの新居に大きなマダイを釣って持っていくための予行練習だったので、マダイがいるということが分かったのはね、成果、いい結果でした。難しい言葉が分からない。さあこっからが問題ですよ。どういうふうにとつりましょうかね。途中で言ってるかもしれないけど、お魚持ってってキッチンで鱗バーってしたりするのダメって言われてるから、まあ何か皆さんご意見ありましたらぜひコメントをいただければと思います。でも変なことはしないですからね。ちゃんとみーちゃんが喜ぶというか、わーとかなんか思うようなのを、はい、なんかよかったらコメントください。はい、てなわけで今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。トリプルにゃんこ。